希望トーク。パチ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 。さあ、ここから希望トークですけども、人生最大の成功談。完全にニーヤオートマタでしょ。そうですね、キャリア的にはそうなんですけれど、これ絶望禁止バラエティーそうよって言ってるじゃないですか、僕あんまりその希望がなくてですね、人生になんだろうな、なんでよ。すごいネガティブなんですよね。なんかすごい薄暗い気持ちでいつも生きてて人生最大の成功談で例えばニーヤオートマタ、確かに僕のキャリアにとって一番の成功の作品なんですけれど、でもあれ作ったの俺じゃないしプラチナゲームズだしっていう気持ちすごいあるし、もう一個シナリスってゲームがあって、それもソーシャルゲームでヒットさせていただいたんですけど、あれも作ってるのポケラボさんで、俺ガチャとか何がいいのかよく分かんないっていう正直な気持ちで作ってるんで、ガチャがなんか魅力的だなと思うんですけれど、自分自身で引いたことがないのでそうなんだ、作れないんですよね。嫌いとかじゃなくて分かんない。で分かんないけど若手がその未知のテクノロジーを使いこなして大ヒットさせたっていうので、だから俺はあんまり関係ないんじゃないっていう気持ちでオートマタもシノアリスもいますね。物語とか作ってても思うんですけど、すごいいい話書けたと思うことがなくて、俺ずっと面白くないなと思ってるんですよね。足りないと。そう、ずっと面白くないなと思ってて、リリースされるまで面白くないなと思いながらリリースされて、皆さんにご評価いただいて、あれでもう良かった人もいるんだっていう気持ちになるのが唯一なんで、そういう意味ではずっと暗い気持ちで作ってて今でも暗い気持ちでいて、特に希望がない。いや希望がないことはないと思うけども、要はないですね。自分で多分ある種ハードルというか、それが厳しいんだろうね。じゃあハードルが高いというよりは何だろう、面白いと思えないっていうか、単純にもっと面白くなるんじゃないって考えてるっていう。あとはその橋野さんと話をさせていただいた時に、なんかやっぱりその橋野さんゲームはなんか世界を良くするために存在させたいってすごくおっしゃってて、ですごいなと思ってて、全く俺そんなこと考えてなくてどうしてこんな光の王子様みたいな考え方ができるのかなちょっと橋野さんはな、魂綺麗だもんね、あの人ね。だから僕はもう世界は闇にまみれていて、俺はその闇のドブ汁の中であがいてる世界も俺もドブだなっていう気持ちで絶望してるっていう、そういう感じですね。そういう暗いところから上見て物作ってるから、光を求めてる人間の方がよっぽど光に対しての理解度っていうのはなんか強いんじゃないかなって気がするけどね。そういうのはね、作品から感じるよ。ファンの方もなんかすごいさっきうつの話じゃないですけど、うつ病とかで苦しんでたけどニーヤで救われましたみたいなDM が来たりするんですけど、全然理由が分かんないですよ。なんでそんなことが起きてるのか分からないですけど、よかった。よかった。だからそれはどんな作品でもあるのかなっていう気持ちになりながら、ニーヤですらそんなお客様がいるんだってすごい驚きましたね。で特にニーヤとかドラゴンドラグーンはそういうなんか死を考えるお客様が近寄りやすい。確かにそこはあるかもね。僕のなんか世界は常に絶望とともにある絶望禁止バラエティ最後シーズン1最後のゲストふさわしい。本当ね。なんか映画で言うともうこのまま帝国はなんだろうな、連合は滅ぶみたいな希望は滅ぶぞ絶望に飲まれる。そんな横太郎の、長所は、自分でどこだと思いますか？長所なんだろうな、もうすぐ死ぬところよく言うよね。なんかね、俺らほら、同い年クリエイターって多くてさ、俺や横太郎、あと斎藤洋介、桜井正宏、カプコンの竹内純、野村哲也、スクエアエニックス、いろいろね、同い年いっぱいいるけどさ、誰が一番最初に死にそうって、絶対1位は斎藤洋介で2位横太郎やな。そうですよ。2人とも肝臓をいかれて死ぬっていうタイプですけれど。いやなんか若い頃になんかいろんなものを作りたいなと思ってた時に、目上の偉い人たちが邪魔で作れなかったような意思決定のレイヤーがいっぱいあって、その企画も通らないし、グラフィックも好きなものを作らせてもらえないと、でそういう時にもう早く年上の人間は死ねばいいのにと思ってたんですけれど、いざその自分が年を取ってそういう意思決定の上の方のレイヤーに来た時に、好きなものを作れるようになるわけじゃないですか、もうそうなると振り返ってみると、俺はその殺される側、死ねよと思われてる側やね。だからそういうポジションにいる自分が唯一なせることは早めに死ぬっていうおとなしく。いやでもそんなすぐに死ぬの僕も嫌だし、嫌だけど人間いつかは死ぬから、もう50だし、いつ死んでもおかしくないから、そこが僕の長所ですねこれで若かったらもう終わってると思います。
ああ確かにな、はい、そういう意味ではそれが希望です。横尾太郎早く死ぬが希望です。人々に与えられる希望が死と何やそれさあでは続きまして、アイデアがひらめく瞬間はいつ？これアイデア困らない、なんかひらめくというか、考えろって言われたらずっと喋り続けるタイプなので、特にひらめく瞬間とかないっていうのが感じですね。なんかよくほら、お風呂入ってたりとかね、はいトイレ入ってたりとかしてて、こうふとってこうなんか思いつくっていうような人もね、都市伝説的に言うけどさ、まあ俺も全然そんなことなくて、アイディアっていうのは考えてひねり出すもんやから、そうですね、普通にスタッフと打ち合わせしてたり、物を触りながら話したりなんか書いてってやってる時にたどり着くことの方がやっぱ多くて、なんでって考えてこう電球がピカーンみたいのはまずないなって思うけど。そうですね、そのアイデアが面白いかどうかはさておき、考えるのすごいいつでもできるって感じですね。やっぱそうだよね、面白くなるのはいつまでも面白くならないなと思いながら作ってるんですよそうだから完成してもこれ大丈夫かなと思ってるっていう感じですね。あとはそのなんかこうスマホとかでアイディアメモみたいのはなんかこうメモったりとかするの？しますね。それはやっぱやるんだ。俺もやるよ。最近ちょっとやってるのがシナリオ、スクエニにシナリオ班っていう若手のチームがいるので、その人たちを教えるためにコンテクストっていうその文脈、こういう話がこういうふうに面白いみたいな解体して要素に分けてそれをメモするのをこの前やってましたね、ずっと。スクエニのシナリオ班は何それ塾みたいなことやってるの？ちょうど今日これ対談してる日に今日 CBT が始まったんですけど、ニーヤリインカーネーションっていうニーヤのスマホゲームがリリースされて、そこのシナリオとかを書いてもらってるんですよね。なるほど、現場ってことね。そうです、現場。なるほど。そこでじゃあそのある種のこう現場の理解だったり、こう研修というか教育の一環でそういうこともやってるってこと？そうです。へえ、いろいろやってるね。だからでもうまくいかなくて、やっぱり僕すごい自分で面白い話書く才能がないと思ってるんですけど、この俺ですらつまんないと思うような話を書くってどういうことだっていつも怒ってるこんな才能のない俺にも書けるのになぜ君は書けないみたいなの怒ってるんですよ。何人ぐらいいるのそういうチームは？今何人だろうな、5、6人。そこそこいるね、ちゃんと。いろんな方が混じってるので。若い人ばっかじゃないってことじゃん。そうですね、管理の方、管理っぽい方もいらっしゃって、そこはスクエニさんのスタッフなので、僕とは直接の雇用契約はなくて、そういう意味では斉藤洋介チームっていうことだよね。でそこの現場をもちろんニーヤだし、横さんが面倒見てちょっとうまいこと指導してっていう、でこうバラバラなものにせず同一世界観のシナリオに統一できるようにしてっていう、そういうことか。クリエイティブの方を僕は見てるっていう。なるほど。でタイトルのいわゆるもうギャラの中にそれももう含まれてるから、そこも面倒見てよっていうのがいいか。ギャラの中に含まれてるというよりは、スマホゲームとかになると一人で書けなくて、いやそりゃそうだよ。それを一人で書けないのをどうやって対処しようってなって、やっぱり人と一緒にやるしかなくて、でもクオリティを担保する方法としてスクエニさんの社内にそういうスタッフさんを入れてイメージをすり合わせながら進めるっていうのがいいんじゃないかっていうのが斉藤さんの戦略で、僕もいいと思いますって言ってそれをやらせていただいてるっていう感じですね。なるほど。コンテクストのメモはすごい夜酔っ払いながらよく書いてるんですけど、よくこんなに飽きないなと思えるぐらいずっと書いてますね。それ思いつく端から書いてるんですけど、バカ対バカとか書いてます。なるほど。バカとバカが戦うのってなんかすごい面白いじゃないですか。頭いい人同士じゃなくて、バカ対バカとか、あと結局全部詐欺師とか、そういう一言がいっぱい書いてある。なるほど。その構造を使ってそれがオチで面白いように成立するんだったらドラマとして作れるよって話をしてるんですけれど、なかなか実践的な話してるね。それはちょっとそのスクエニのシナリオメンバーいいね。それをポンと渡してうまく書けるわけではなくて、やっぱりその複雑になってくると壊れ始めるんですよ、コンセプトが。だから今ちょっとそのコンセプトの優劣の付け方みたいなのを決めて、これ最初にあるコンセプトを標語みたいに貼って、それを曲げないようにしないとダメかなっていうふうに今思ってます。なるほど。確かにな、そうやってこう自分で書いたら早いけど全部は書けないしつって同じように統一するために人に伝える導くっつうのが一番難しいよね。そうですね。別に僕自分が書いても面白いと思わないんで、人が書いても自分が書いてもあんま変わらないんですけど、でもそれでも最低限の面白さはないとダメだと思っていて、それがいろいろ教えてるっていうところですね。なるほどね。